雑談です。ジャパンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、あと何ですかね、適当なことを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしていたかな。昨日もね、引き続きある作業を進めておりました。なかなかね、一つ作るのに本当に何ですかね、作業自体はそんな大したことないですけど、やっぱり何ですかね、精神誠意を込めて作るもんですから疲れちゃうんでしょうね、きっと。で、いくつか作って、本当に倒れるように寝てはの繰り返しをしておりましたが、今日中にはできるでしょうということで、そんなことをしておりましたと、ですかね。で、あれですわ、見ましたですよね。見ました、本当に。これは僕毎週ちょくちょくチェックはしてるんですけど、ここで話すのは初めてになりますかね。ところジャパンね、月曜午後10時からやっておりますところジャパンね。これ昨日は陣内くん出てませんでしたけど、よく陣内くんも出てまして、あれね、シポクロ、そんなにあれでも話題になってないのがちょっと悲しいですけどシポクロをね、陣内くんの描いたイラストを絵本化にするっていうやつもやってますが、昨日は出てなくて、ジュニアさんが出てたかな、ココリコの田中さんと、で、あれが好きでよく見てるんです。メルカリのコーナーね、所さんが名前を明かさずにメルカリに出品して、それを買った人と連絡をしてね、買った人に対して、もしよろしければ連絡くださいっていう手紙を添えて、その落札者っていうかな、購入者とがどんな人なのかみたいなコーナーやってるんですけど、これが本当に面白くてというか、本当にね、連絡を番組宛てにしてくる方っていうのは本当に前の時は所さんの大ファンで、みたいなね、それも家族で別々の商品を買っていたりとかね、なんかすごいドラマチックじゃないですか。なんかそういうのが面白いなっていうのと、あと所さんの持ってるものをね、なんていうんですかね、値踏みせずに、なんて言ったらいいの、これはいいもんだから高い値段で売るみたいな感覚が全くないですよね。よく有名な話で、昔所さんがタバコを吸うのにライターが100円ライターがなくて、でライター貸してくれるっつってライターと車を交換したみたいな話があるじゃないですか。それぐらい気前がいいというかね。でまた世田谷ベースってね、なんて言ったらいいんだろう、もうほんまに趣味の城ですよね。みたいなとこからあれはどうだこれはどうだとかね、昨日やってたのもすごかった。あの瓶知ってました？レモネードをつける瓶ねがアメリカのヴィンテージの瓶でみたいなとかね、そういうね、知る人ぞ知るものはみたいな、だからそういったなんていうんですかね、博識というか、本当にいろんなことを知ってますよねっていうのがもう垣間見れてみたいなコーナーをやって、それでジュニアさんがねそこに出てて、ジュニアさんが出るたんびに、この間は地球儀いいなって言ってたら、地球儀を次の日にもう所さんがね送ってきたとか、しかもその地球儀がね、傷まないようにってくるんでたのがもうめちゃくちゃかっこいいジャンパーだったりみたいな、そういう所さんのそういうところね、本当にかっこいいですよね。でジュニアさんもここまでされた、僕もつって出品してたのが、ブランキー・ジェット・シティの中村達也さんっていうのドラマの方ねが作ってるブランドのスカジャンがサイズが合わなかったんで、これ出しますって3000円ですよ。あれ俺知ってたらな、もっとメルカリをチェック
しようがないよね。何でね出てくるかわかんないしさ、スカジャン俺着ないからこう探さないじゃん。でも欲しいじゃん。なんか悔しいなって思いながらあれ見てたんですけど、勝った人が本当にブランキが好きで、たまたま足を骨折して入院してる時に暇だっつってメルカリを見てたら、服を出してたのは知ってたけども、それ買えなくて残念、高くてね、買えなくてって言ってたのが出てたから3000円で買って、これ騙されてんじゃないかと思いながら買ったら、いやー、まんまとっていうかね、その商品そのものでっていうのはね、あれは本当いいね。他のね、買った方もね、連絡ね、できる方はぜひね、して、その物語がね、見たいじゃないですか。だから、買ってしまいとかさ、売っておしまいじゃないだけじゃないですもんね。その物にまつわるそのエピソードっていうんですかね、物語が付帯して回るじゃないですか。だから番組で出品されてるものだけに限らずね、普通に出回ってるものもそうですけどもね、そういった物語があるので、そういう物語はやっぱり面白いですよねっていうところで、次の次かな、次の次、朝やんでね、水道橋博士さんがやってる朝やんで T シャツ大戦争という回があるんですけども、これT シャツにまつわるエトセトラというか、T シャツ話っていろいろあると思うんですけど、僕も一つとてもすごいのがありまして、それブログとかでも書いてるんであれなんですけど、改めてそこでも話しますけども、そういった物語がありますよっていう回になりますんで、この間博士の YouTube のチャンネルにもアーカイブで残ってますけども、プペルの反省会だったかなで、その話になった時に、プペルの反省会をほぼしてなくてね、三股さんがいてて、で博士はずっと寝てたんですよね。でそこで、今度 T シャツのあれがありますよみたいな話になった時に、三股さんにちょっと聞いてみたんですよ。なんか T シャツってそんな話あるみたいな話をしたから、いや、ジュニアさんとかだったら数字の書いた T シャツ着てたらその意味は何だみたいなことを言ってくるじゃないですかみたいなとこから、三股さんの T シャツにまつわる話がめちゃくちゃ面白かったんですよ。そういう話が人それぞれみんなにある、ね、ものに対して、いろいろ物語があるっていうのがね、メルカリのやつで語られているのはとても本当に、僕もね、物が捨てられない人なんですよ。だからゴミ屋敷みたいにね、懐かしいものがね、ひっくり返せばいろいろ出てくるんですけど、やっぱりそこに物語を感じてしまうから捨てられなくてね。でもこんまりはね、それを断ち切れっつってね、捨てろと言うじゃないですかなんかツイートで見たのは面白かった。人形が捨てれない場合は目を潰せとかね、髪の毛を抜けみたいな話があって、そんなひどいことできますかっていう話ですけどもね。だから思い入れがあると捨てれなくなっちゃうから、思い入れねじゃないでもじゃないでしょう。もう思い入れの塊、生きていく上ではね、場所でもそうですし、物でもそうですしね、そういったなんか思いを引きずってというかね、馳せながらですよね。浸りながらというか、そういったものを残していくというかね、増やしていくのが人生そっちのが豊かな人生なんじゃないかなとは思うんですけどもね、みたいなのがこの所ジャパンのメルカリのやつは本当物語も好きだし、所さんのその振る舞いも本当にかっこよくてね、いいですよね。でたまにね、陣内君のその打ち合わせの楽屋がね、この所ジャパンの
収録の前後であったりするんですけど、なかなかねというか、所さん大好きなんですけど、これね、こっそりね、覗きに行くなんてことはできません、やっぱり。本当に。ねみたいなのを、昨日、所ジャパンを見て思っておりましたが、ね、もう一つ、シポクロのやつもね、もっと跳ねてもいいんじゃねえかなと思うんですけどね。なんか毎回、クッキーが曲作ってるとかね、この間はなんか3D、なんていうの、VR アーティストの人か。あれもかっこよかったですもんね。なんか、もっと跳ねていいのになとか思いながら、でも絵本作るんだったらやっぱ西野に聞けばいいんじゃねえかなとか思いながら、所ジャパンを見ておりましたといったところで、コントメルカリね、なんかできそうですね、コントメルカリ。またボタン押しこっちですね。はい、といったところでちょうど時間となりましたね。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとね、僕もメルカリはね、唯一一応あれもなんていうんですか、 SNS じゃないですけどね、各 SNS 僕は名前をね出してやってるんですけど、唯一メルカリだけは名前を伏せてやってますからね。これを売っちゃいけねえだろういうようなものは出してないんですけども、唯一メルカリだけ名前を伏せて全然違う名前でやってるんですよ。それだけね、伝えておきますので、別に伝える必要もないんですけど、ってな感じで、所ジャパン面白いんでね、あれでもTVer でも見れますんで、ぜひ見てくださいといったところで、ありがとうございました。ありがとうございました。